ンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバババババンババンバンバアビバビバビババババババホービバババ。はーい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白黒のクータくん、チャトラのマサルくん。画面に収まっておりませんが、白茶のゆりさん、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、こちらから、シーバーをポチッとご購入いただければいいんじゃないのかなと思いますよ。今なんか違うこと言ってた気がする。あれなんか違うこと言ってた気がする。まあいいか。はい。てなわけで、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、行きますよ。せーの。ジャスティスにゃんこたち。あ、何ゆりたんは全然違うところでおしっこしてる。はい、大変失礼いたしましたと。はい、
日は、塩入りの白湯、だいぶぬるくなっております。白湯でございますよ。今日はちょっとしか入れなかったから、なんかあんまり塩が入ってる気がしないけれども、一応ちょっとは塩が入ってるね。それでございますよ。で、今日はぐーちゃんが2つの中から全くもって一歩も、眼寝はしていないけれども、こっちを見ているけれども、動く気配がない感じでございますな。てったまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。タヌコさん、こんばんは。ジャスティス。ありがとうございます。てんたまさん、おりゃん。はい。いきなりな。なんか久々にゆりさんが全然違うところでおしっこしてたので、ちょっと処理に行っておりました。カニタンさん、そうそう、ジャスティス、こんばんは、ボンソワ。したのかな、ゆりたんはまだしそうな気がするんで、ちょっとヒヤヒヤ、ヒヤヒヤもんだよ。てんたまさん、たぬこさん、カニタンさん、こんばんは。ね、なんだか可愛らしい感じの名前がなんかね、続いてる感じ。てんたまさんはなんかひらがなだしさ、たぬこさんもひらがなだしさ、カニタンさんはカニタンさんだしさ、なんか可愛らしい名前が揃ってるなって今ちょっと思った感じね。たぬこさん、てんたまさん、カニタンさん、こんばんは。ね、今日はもうほんと、昨日以上に話のネタがないから、まあどうしようかと思いましたよね。どうしようかと思いましたよね。昨日はまだね、話ないっつってもさ、選挙だったからな。まあちょっとはね、ネタがあるっていうの。まあそんな感じだったけどさ、今日は全然選挙もう終わってるしさ、なんもなくてどうしようか。どうしようかって感じよ。みやびさん、こんばんは。ウィルキンソン飲みます。ウィルキンソンってなんだろう、お酒なんだろうけど、ビールかなんかなのかな。てんたまさん、みやびさん、こんばんは。みやびさん、お久しぶりです。てんたまさん、炭酸か。炭酸はウィルキンソン派ですか？ね今流行りの炭酸水ってことか。例えば、どこだったっけ？サイゼリアだったっけ？サイゼリアはなんか炭酸水飲み放題らしいよな。ドリンクバー頼んでなくてもさ、そうなんだと思って、ただまあ私は炭酸水飲まないんで別にその情報もいいんですけど、いいんですけど、みたいな感じだったな。たぬこさん、みやびさんもこんばんは。みやびさん、炭酸水ですね。炭酸水か。なるほどな。カニタンさん、強炭酸。なるほど。強炭酸か。タヌコさん、ウィルキンソン。なんか強そうだもんね。みやびさん、こんばんは。太客です。お、自分で言い出した。自分で言い出した。太客です。タヌコさん、炭酸。みやびさん、冗談です。太客じゃないです。いいぞ。てったまさん、風呂上がりに飲む炭酸水、美味しいですよね。あ、そっか、炭酸好きな人はそうだろうね。ね、コーラ、私がね、風呂上がりに最高だぜって思ってたのと、まあ同じような感じ。同じじゃないか、コーラとは。コーラ甘いもんな。カニタンさん、自分で認められましたね、わらね。タルコさん、炭酸水って無糖です。そうそうそう。だから無糖の炭酸水って私飲めないんだよね。なんか全然入っていかないっていうのかな。飲めないんだよ。
だからね、炭酸水が流行ってる、なんか炭酸水大好きっていう人が、まあ、よくわかんないなと思うんだけど、でも流行ってるってことはね、飲む人いっぱいいるっていうことなんだから、みんなあれ好きなんだろうなと思って、ただまあ、ビールって考えた時に、ほら、自分ビール飲めないからあんまりね、そこに結びつかないんだけどさ、ビールなんてさ、苦い炭酸なわけでしょ。そう考えれば、まあね、それよりも炭酸水の方のが、まあ、飲みやすい飲み物なのかなみたいな。てんたまさん、太客としての自覚が芽生えたね。ちょっと成長してきた。成長っていうのかなわかんないけど。たぬこさんはね、面白いよね。面白ければ OK。みやびさん、お腹空いた時に、ね、なんか聞くね、それね。炭酸水飲むと満腹感があっていいですよ。そうなのか。まあ、コーラとどうしても私は炭酸っていうとさ、変えて考えてしまうんだけどさ、お腹空いた時にコーラ飲んだところで別に満腹感はないからさ、なんか炭酸水飲むとな、そう、お腹空いた時にね、紛れるみたいな話、確か聞いた気がするけどさ、ね、確かに満腹っていうかなんかね、なるけども、なんかコーラ飲んでそうはならないからさ、なんか、わかんない。わかんねえって思ったけど、やっぱりなんかね、なんか傲慢感っていうのかな、があるからね、そういうもんなのかな。てんたまさん、ジュースより炭酸がいいですね。あ、そうなんだろうな。だから私は逆に最近、もうようやくっていうのかな。なんか炭酸飲むと具合が悪くなるんだっていうことが分かっちゃったんで、それっきり今はもうね、炭酸はできるだけ選ばなくなっちゃったけれども、前はね、そう、何もないジュースよりは、炭酸が良かったよね。炭酸が入ってるものを常に選んでたよね。だからジュースにしても、なんだっけ。今ないよね。ハイシーだったっけ。なんかあったじゃん。炭酸のジュース。今だと、でもなっちゃんは普通にジュースだもんね。今なんだ、ファンタか。ファンタとかね、そういうのを選んでたよね、ジュースよりね。炭酸が入ってるやつを昔は選んでて。で、なぜか具合が悪くなるの。最近ようやく原因が分かってね、炭酸がダメなんだっていうの分かって。で、飲まなくなったね。めでたく。タヌコさん。空腹に炭酸ぶっ込んだら、ゲップのオンパレードになりませんか。そうそうそう。私、そうなのよ。それで、それが、辛いんだよね。炭酸飲んで、ゲップが出るわけじゃないんだけど、なんだろう、胃が膨らんじゃってる感じっていうの、膨慢感ってやつだと思うんだけど、多分さ、それが辛くてね、何もできなくなるんで、そうなると。それがね、判明したので、なんか飲まなくなったんだよね。てんたまさん、スプライト、ね、スプライト派の人もいたよね。で、うちはね、もっぱらコーラだったわけよ。うちはなんか父親がコーラ中毒だったんだよね。ただまあ子供の前では飲まないっていうか、なんか子供が寝た後にどうもね、毎日飲んでるっぽくて、で、うちのベランダ、昔さ、コーラって瓶に入ってたじゃんか。で、1リットルの瓶かなんかに入ってたのかな。なんかね、今だと2リットルのペットボトルだけど、昔はその1リットルの瓶のコーラで、常にね、なんか飲んでたみたいなんだよね。で、このベランダに、空の瓶がうわーって置かれてて、で、もう置き場がなくなると、子供がそのね、瓶を持って、買いに行ったコンビニに、返すっていうね、瓶を返すと、なんかお金もらえたんだよね。キャッシュバックみたいな感じでさ、10円だかなんかもらえたのかな、一瓶に対してな。なので、まあ、お小遣い稼ぎみたいな感じで、
でね、持ってて、でね、何往復もして、何往復もするんだけど、ただ子供としてはね、お小遣い稼ぎになるから、嬉しいね、作業ではあったんだけどさ、いや、すごかったよな。そんなことあったんだよな、そういえばな。で、ね、だから、なんか、父親がそのコーラを飲んでる姿って子供の時に見てたっていう記憶はないんで、多分ね、静まった後に飲んで、で、空瓶がわーってね、だからお酒飲まないんだけど、お酒の瓶じゃなくてね、コーラの瓶がうちはとにかくね、ベランダに転がってたわけよね。それをなんかね、片付ける作業してたなっていうのを今思い出しました。けん玉がスプライトコーラ、そう。で、うちはコーラだったんだけどさ、で私もそれを見てて、あ、コーラいいな、美味しそうだな、飲みたいなと思って、育ってたので、コーラ、コーラ、コーラっていう感じだったんだけど、なんか、いとこんちがね、確かね、スプライト派だった気がすんだよ。常に冷蔵庫の中にスプライトがあって、で、行くとなんかくれてた気がすんだよね。そうすると、ああ、美味しいなと思って、なんか炭酸のジュース美味しいなって。うちは、ジュースはなかったんだよね。だからジュースをもらえるっていう経験が、ほぼなくて。だから、たまに飲む炭酸がめちゃめちゃうまくてな、みたいな感じだったんだよね。たぬこさん、コーラ。てんたまさん、マウンテンデュー。たぬこさん、シシレモンあ、シシレモンか。あ、でもシシレモンとかいうドリンクあったのかな。みやびさん、無糖以外は飲まないようにしています。そう、だから糖分があるとね、糖分があると飲んでしまうからね。てんたまさん、アンバサー、まいさん、こんばんは、ボンソワ。みんな、炭酸の知ってる名前を言ってくゲームになってるな。あと何あ、そう、アンバサね。そう、アンバサは、私の幼馴染の子が大好きで、なんかいつもそれを飲んでた気がする。で、あれは確か乳製品だろで、乳製品なんで私は好きじゃないんでね、一回も飲んだことなかったと思う、そのアンバサは。で、その幼馴染はいつもね、飲み物何するって言うとなんかアンバサーって、すぐアンバサーって言ってたなっていう感じ。ヨッシーさん、メロイエロー。メロイエローか。なんかメロンイエローかと思ってたけど、メロイエローだったんだ。なんか聞いたことあるけど、今ちょっと思い浮かばない、それが。あ、でも、なんか迷彩みたいな柄の缶あったよね、確かね。迷彩みたいなカラーリングのドリンクあったよね。それメロイエローだったっけあとはセブンアップ。セブンアップと、あとは、ガラナ。そういえばさ、ガラナってフルーツ、キモいぞっていうね、ショート動画だったかな。ショート動画じゃないか。昨日ね、見たんだよね。ガラナっていう、フルーツなのかなあれ。植物キモいぞっていうね、動画を見て、ほんとキモいんだよね。なんかね、脈々みたいなフルーツ。フルーツなのかなわかんないけど、これどこ食べる部分なのかなっていうのがあんまりわかんないんだけどさ、とにかくそれ見たときに、あ、脈々じゃんと思って、あ、脈々ってこれからもしかしてヒント得たりしたのかなって思うぐらいに、あ、これ脈々じゃんっていう感じの、植物だったわけよ。で、それが、なんか、ガラナらしい。すげえな。これを最初にね、食そうと思った人、なかなかすごいねっていう感じね。メロイエロー。てったまさん、まいさん、こんばんは。メロイエローも好きでしたね。なんかほら、黄色い炭酸のドリンクあったよな。それかなと思うんだけどさ。タヌクさん、ドクターペッパー。ね、ドクターペッパーもなんか妙な味がするんだけど、なんか妙な味がするんだけど、
なんか、妙に癖になるっていうのかな。慣れるとちょっとね、なんか飲みたくなる感じな。最初はってのはあるんだけど。ヨッシーさん、スコールが好きです。スコールなんだろうな。スコールは、イメージがわかんないぞ。マイさん、スポッシュが好きでした。それ知らない。スポッシュってなんだろう。全然初めて聞いたな。てんたまさん、セブンアップは部活帰りに飲んでましたね。そうだから、セブンアップって読めなくてさ、あれ、なんだっけ、缶のデザインは、わかるんだけど、それをセブンアップと読むのは知らなくてね、なんかそういうデザインのドリンクあるなぁとは思ってたんだけど、なんか誰かがセブンアップって言ったのをきっかけに、あ、これセブンアップって読むんだってなんか思ったんだよな。カニタンさん、スコールイコールアンバサー、あ、そうなのね。じゃあ地域によってそのアンバサーの呼び方が違う感じか。てんたまさん、スポッシュは飲んだことないですね。ね、スポッシュは私今、初耳だったな。スポッシュもあれかスコールアンバサみたいな感じで、地域によって呼び方違うみたいな、そういう感じなのかね。ね、なんで急に炭酸の話になったんだっけ。まあいいよね、こういうのね。ゲータレードもいいよね。あ、ゲータレードってなんか聞いたことあるぞ。ゲータレードってなんだっけ、なんか思い浮かばない。思い浮かばないけど、聞き覚えがあるゲータレードは。なんだっけ、スポッシュか。スポッシュはわかんねえな。あと、炭酸で私が好きだったのは、あの、なんだ、ドリンクの名前は出てこない。ドリンクの名前は出てこないんだけど、JT のところに自販機があって、そこに炭酸があったわけよね。その炭酸がめちゃめちゃうまくって、で、もう本当ね、しょっちゅう、ご褒美的な感じで今日はご褒美みたいな感じで、よくそれを飲んでたなっていうので、まあ、メロン味は私あんまり飲まないんだけど、缶のデザインが緑色だったから、あれかもしれない。グレープフルーツ味だったかもしれない。なんかグレープフルーツ味のドリンクは、まあよく好んで飲んでたんだよね。で、まあ季節によって、なんかね、ぶどうになったりとか、なんか3種類ぐらいあったと思ったんだけど、なんかどれも美味しくってね、それをよく飲んでたなとは思うんだけど、ただね、ドリンク名は覚えてないな。ね、JT の自販機ってあったんだっけ、今はなんか名前変わってんのかな。えーっと、吉井さん、ゲータレード懐かしい。てんたまさん、ゲータレードは粉タイプを、専用ボトルに入れてよく飲んでましたね。じゃあ、ゲータレードは炭酸ではないのか、違うのか。粉を溶かすと、炭酸みたいにシュワシュワするドリンクってことなのかな。専用ボトルがあるんだ。それもすげえな。なるほど。タヌコさん、ミスティオって、私が言ってることのことを言ってるなんかね、私が言ってるやつは、ミスティオっていう名前ではなかった気がするね。なんか違う。もっと普通に、だからなんだろう。ぶどうソーダ的な違うか。なんかそれもしっくりこないんだけどな。なんかそういうんじゃなかった気がするんだよね。あと炭酸っていうのかな。で、好きなのは、なんだっけ、5ミニ ?5 ミニが好きだったね、私はね。薄ピンクのやつ。5ミニが好きで、あとは、あれだ、CC レモンな。
C レモン好きだったな。で、そう、5ミニで今なんかしら思い出した。あ、そう、いとこがね、なんだっけ、オロナミン C か。オロナミン C が好きだったんだ、いとこんとこはさ。で、オロナミン C を常にやっぱりね、常備してる家で、いとこん家に行くと、そのオロナミン C くれるわけよね。くれるんだけど、なんだっけ、えっと、何剤っていうんだっけ。なんかさ、栄養ドリンク的な感じで、だから、これ薬じゃないのみたいなさ、これ何ジュースみたいにして飲んでいいもんなのっていうのがさ、なんか最初、ってなったんだよね。最初、ってなって。で、ね、味もそこそこなんか薬っぽいような感じもするし、まあね、そんなに薬してないから、まあね、美味しいっちゃ美味しいけど、みたいな感じで、最初、って思ったんだけどね。なんか、オロナミン C 好きなお家あったよな。てたまさん、ゲータレードはスポーツドリンクですね。じゃあ、炭酸じゃなくなったんだな。まいさん、マッチもいいよね。ああ、なんかマッチってあった気がする。よく覚えてるな。よく覚えてるな。みやびさん、セブンイレブンに5ミニのパクリみたいな炭酸飲料売ってますよね。あるかもしれないね。あるかもしれないけど、そんなにしょっちゅうやっぱりね、飲むわけじゃなくて、なんとなくご褒美的な感じ。なんか常に常食っていうのかな、常用してはいけないような気がしてたんで、だからそんなにしょっちゅうは飲まないんだけど、ただなんかもう、今日は飲みたいっていう時は、いいや、今日はご褒美だ、いつも頑張ってるからみたいな、よくわかんない理由付けで飲んでたんでね。だからもしかしたらそういうパクリみたいなものを飲んでたかもしれないんだけど、まあでも味がちょっと違うよね。パクリみたいなやつと本物のやつってね。で、なんかやっぱり本物のやつの方が、合ってるわ、自分には合ってるわと思って、で、まあ気にして飲んでたんじゃないかなと思うけど、どうかなわかんない。飲んでたかもしれない。パクリみたいなやつ。えーっと、まいさん、引っ張って聞ける開ける蓋がいいよね。そう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 。で、そう、蓋開けたときにね、飲めるみたいなね。そうそうそう。蓋がね、なんかよかったよね。さぬこさん、JT 新酒、ぶどうスパークリングなんだろうね、そんな名前だったっけ全くもって思い出せないんだけど、なんかね、日本語でもなかった気もするんだよね。どんなだったっけな。てんたまさん、昔、近所にルーレット付きの自販機があってあったね。オロナミン C を買ったら必ず当たってたので、話や。100円で2本買えました。それは素晴らしいな。昔のサービスは良かったよね。ヨッシーさん、5ミニ食物繊維豊富な飲み物ありました。寝起き。寝起きに飲むもんだったのか、あれって。なんかそうやって CM してたのかな。そうね、なんか食物繊維が豊富だよ、みたいに、歌ってたよな。で、まあ別に私は食物繊維を求めて飲んでるわけじゃなくて、なんか薄ピンクのね、微炭酸の飲み物が美味しいなっていうので飲んでたんだけど、まあそれプラス食物繊維も入ってるから、なんか罪悪感が消える的な感じで飲んでたけど、まあ結局食物繊維とは言ってもレタス何個分とか言ってたっけで、レタスの食物繊維ってほぼねえからなっていう話でな。だから別にあれに食物繊維を
求めても無駄だよっていう話だったよな。テータマさん、5ミニの食物繊維効果は怪しいという話、そうそうそうね。レモンの繊維なんてほぼねえからっていうのでさ。あと、ビタミン C な。ビタミン C も、レモン何個分とかいうビタミン C も、レモンのビタミン C ってそんなねえからなっていうのでさ。だから比べるっていうのかな。そのね、フルーツっていうか、野菜っていうか、そういうものな、全然当てにならないよ説な。テンタはさ、出たレタス何個分、そうそうそう。何個であっても普通の食事よりも少ねえよって話な。まいさん、鉄骨飲料はね、鉄骨飲料あったよね。私は鉄骨飲料は飲んだことなかった気がすんだよな。ただその5ミニを想像すると、その鉄骨飲料の CM がね、わっと出てきちゃうな。みやびさん、レモン何個分はひどい話ですよね。そうそうそう。レモン何個入ってても、じゃがいもの方のがビタミン C 上だからみたいなね。なんかそんな感じよね。あと何の話したらいい？ここまで頑張って引っ張ってくれてありがとう。私、あとつなげられないけど。どう、どう引っ張っていいのかわかんないよ。炭酸水だけでここまで引っ張れたの、なかなかすごいと思うけど。あと、炭酸でなんか、思い出ありましたかね。炭酸で思い出は、あとなんかあったかな。炭酸じゃないんだけど、なんかやっぱり粉の溶かすドリンクで、なんかね、置いてかれたんだよね、うちに。で、これどうしたらいいのっていう飲み物があって、飲み物なの。まあ飲み物でいいと思うんだよね。なんかくれたつもりだったんだろうと思うんだけど、とにかく初めて遭遇したもんだったからさ、いや、説明してくれないとみたいなものがあって、で、まあ、それをなんとなく、ゼリーにして食べたかな、みたいなことがあったかな。ペーターはさ、駄菓子屋の粉末ジュースはやばい。そうだろうね。やばいだろうけど、子供の時にね、身近に触れるものってそういうもんだからね、そういうのを飲むしかないもんね。あと、まあ、駄菓子屋のジュースといったら、パッキン、ポッキンアイスってうちでは呼んでる、二つに割れる細長いさ、ビニールに入ってる、ドリンク。あれ、うちでは凍らしてアイスにして食べるもんだっていう認識だったんだけどさ、あれ、凍らしてない状態でさ、その駄菓子屋とかに置いてあったじゃんか。で、みんなあれ普通にジュースとして飲むわけよね。で、そうなんだと思って。うちではこれ凍らしてアイスにするもんだと思ってたけど、そのまま飲むんだっていうのが結構衝撃だったよな。だからさ、子供の頃、散々飲んだものの、そうそうそう。散々飲んだの。だから舌が赤くなるものとかさ、結構食べたよな。ね、舌の色が変わっちゃうものね。そういうのを結構さ、食べてたと思うよね。すごいの食べてたよな。でね、その赤い色素っていうのは、なんか確実に、貝殻虫らしいじゃんか。ね、貝殻虫だったっけね、の赤い色素。だからみんな、虫は食べてるっていうね。だからそれを聞いてからさ、最近かまぼこね、時々30%引きのシール貼られてて、で、まあね、たまにはかまぼことかも思うんだけど、ただその赤い色素のところがね、赤い色素は虫だよって話を聞いてからは、これ赤いのな、虫だもんなと思って、で、避けるようになったかな。
あとはまあ、カニカマとかもそうだよね。カニカマもたまにはなんかサラダに入れて、なんかね、作ろうかなとかって思っても、いや、でもこの赤い色素は虫だもんね、と思って。ね、だから昨日、一昨日か、琵琶湖くんが琵琶湖クリームパンを作ってたけどさ、そのクリームのところにさ、赤い色素をさ、全部一本入れちゃうんだけどさ、ああ、貝殻虫。貝殻虫大量に入ったな、みたいなね。そんな感じでしたね。そう、だから、かまぼこもさ、2色、前はなんかさ、白いかまぼこと赤いかまぼこと売られてた気がすんだけど、まあ、うちの目の前のスーパーがね、マイバスだからね、ちっちゃいから品揃えが少ないからっていうあれかもしれないんだけどさ、赤いかまぼこしか売ってないわけよ。だから白いのがないんでさ、白いのあれば、まあ白いの選ぶんだけどと思いつつな、赤いのしかないんで、で、まあ、あとはなんだ、スアマもな、スアマもさ、食べちゃうけど、スアマも食べちゃうけど、赤い色素な、貝殻虫だろうみたいなさ、感じで、あとよくなんだろう。若い子たちが食べてる食べ物な、すげえカラフルなのさ、なんだそれみたいなさ、食べ物な、出てくることあるけどさ、貝殻虫。いちいち、貝殻虫ってね、なんかそれ見るたびに思っちゃうな。みんな貝殻虫好きだねってね。なんかあれか、いちごか。いちごと食べ物な。いちごの食べ物なんかもうピンク一色って感じじゃんか。いや、貝殻虫だらけだ。とかついついね、思ってしまいますね。どうだったっけ。で、ざまさん、高知県ではチューチューって呼んでました。ね、なんかチューペットとか言ってたっけ。チューペットってまた違う商品か。なんかチューペットって呼んでた気がするんだよね。ただうちはそれ凍らして食べるんで、ポッキンアイスって呼んでたんだけども、なんかチューペットってなかったっけ。また違う、商品だったっけか。ヨッシーさん、赤い色素は虫が使ってあるとは食べる気失せました。そうそう。ね、だからその、貝殻虫だよって話は聞いたことあったけど、まあ他にもいろいろあるんじゃないのかと思ってたわけよ。で、赤だから全部それだとは思ってなかったんだけど、なんかね、そうなんだって。でね、紅麹があったじゃんか。なんか普通の、なんだろう、天然色素、まあ、それも天然色素って呼んでた気がするんだよ、虫だからさ。で、ね、なんだっけ、そういう体に、悪くないものを使ってますよ、みたいな歌い文句のものには、その紅麹とかさ、使って、で、色つけてたと思うんだけど、ね、貝殻虫なんだって。なんか、ピンクの食べ物見るとな。あとは何だっけ、ピンク色のドリンクとかあったっけ。だから5ミニも多分そうだよ。5ミニのあのピンクも多分そうだよ。だから相当ね、結構ね、虫は食べてると思うよ。そう、虫食べてるって思い出したけど、なんか韓国料理って結構気持ち悪いみたいだね。私、韓国料理あんまり知らなかったけどさ、なんか韓国料理も結構虫っぽい食べ物、虫なのかなわかんないけど、あるみたいでさ、なんか絶対食べれない韓国料理みたいなやつで、韓国の人に、なんか、あれはどんな味なのみたいに聞いてるショート動画を昨日見たんだったかな。で、それの画像を見る限りはもうほんと虫なのね。いや、これ虫じゃんみたいな感じなんだけど、いや、あれうまいよみたいな感じで言ってるわけよ。そのね、食べれる韓国人のその、動画に出てくる女性はね。で、どんな味なのしたら、ゴキブリを噛みつぶしたみたいなとか言って。もう絶対無理みたいなね。そんなんうまいって思うんだっていうね、味覚がすげえとかって思うけど、
まあね、日本人が納豆を食べる感覚と、まあ、同じようなもんなのかもしれないんだけどね。えーっと、てんたまさん、ベトナムの屋台料理も結構やばいらしいです。あ、まあ、もういろいろやばいでしょうね。いろいろやばいでしょうね。屋台のバインミーも、ああね、どの辺がやばいってことなんだ。虫が入ってるってこと？虫入ってるってこと？まあね、虫そのものと、ああ、でもどっちなの？虫そのものであればね、自分がほら好き好んで食べるわけだからさ、ね、食べたくないと思えばそれを選ばなければいいわけだけども、それって色素みたいにね、もう混ぜ込まれちゃってわかんない状態になっちゃってるとな、それだと避けようがないもんね。コオロギみたいにさ。タヌコさんびっくり。バインミーもっていうのでびっくりしたのかな。天玉さん、生野菜がやばい。ああ、そうなんだ。天玉さん、卵を食べてお腹で虫が動く。それはちょっとな。やっぱり生野菜ってあんまり食べない方がいいのかねって思うよね。まあ、たまに食べたくなる時もあるんでね。まあそういう時は食べるけど、まあそれ以外あんまり生野菜は食べないもんな。そうで、今日見たやつは、なんか韓国人、ほら、日本って生卵食べるじゃん。生卵食べるんでさ。で、最近外国人がいっぱい日本に来るんでね。なんか日本に来て卵かけご飯をなんか食べることが多いらしいんだよね、外国人がね。で、なんか韓国人は反日教育を受けてるからさ、韓国の卵の方のがうまいんだから、韓国でその卵かけご飯を食べた方のが絶対うまいに決まってるっていうので、で、食べて、食中毒っていう動画で、ああ、と思ってね。いや、日本人でよかったなって、その動画見たとき、つくづく思ったね。まあ、日本はいろいろと食に関してやばいっていう話も、まあ、聞くけれども、まあ、やっぱり清潔の面でいくとな、ありがたいなって思うよね。生卵をね、何の心配もなく食べれる日本に生まれて、ほんと良かったなって思ったな。吉井さん。20年ぐらい前に、韓国は、ソウルに行った時、若者が屋台に列を作っていたので、並んだが、白い芋虫みたいな虫をフライパーで焼いて販売していた。驚いたね。だから多分そうなんだろうね。それを食べる、文化の国なんだろうね。知らなかったからさ、私さ。なんかね、ほら、中国人は何でも食べるっていう話で、まあそういう料理もあるのかもしれないと思ってたんだけど、ただほら、韓国っていうとね、美味しい料理がいっぱいあるイメージがあったから、なんかそういうのね、あるイメージがなかったんだよね。だから普通に虫食べる、ところなんだろうね。てんたまさん、ベトナム人って今でも虫下し飲んでますし、あ、なるほどね。そっか、そうやって生活してるのか。たぬこさん、びっくりびっくり。びっくり回でございました。テータワさん、ヨッシーさんはその虫を美味しく召し上がりましたか？そうだよね。驚いただけで食べてないとは書いてないもんね。いや、びっくりしちゃうよね。白い芋虫か。ねえ、なんか、そう、芋虫で、だから、蚕かな蚕を食べないか。
なんか、蚕チョコレートってあるじゃんか。あれどこだったっけ？蚕のところだから、群馬かなんかなのかな？群馬かなんかで、蚕チョコレートあるじゃんか。あれ気持ち悪いのさ、食べる人いんのかなと思うんだけどさ。はい。えタルトさん、フライパわら。そうそう、ヨッシーさんのな、5時、面白いんだよね。可愛らしいんだよね。ヨッシーさん、さすがに買いませんでした。友人も絶対食べないって言ってましたね。だから普通にそういうのあるっていうことはさ、普段出される料理にもなんか入ってるんじゃないのかなって思うよね。そんなに普通にね、虫食べるんじゃさっていう感じ。だから最初にそのネタが出てきたんで、その後がもっとね、もっとグロかった気がするんだけど、なんか忘れちゃったな。最初にその虫、もう見た目からすぐに、もうこれ虫じゃんっていうやつね、美味しいって。で、味がゴキブリっていうので、もう衝撃で、もうその後の話すっかり忘れてしまったけど、みたいなね、動画だったな。いや、韓国ちょっと興味失せた。ちょっと韓国ちょっと興味失せたなっていう感じで、まあそもそも韓国そんなに興味ないっていうから、韓国アイドルとかハマってないからさ、そういうのはあればね、韓国もちょっと身近に感じるのかもしれないんだけど、アイドル興味ないからな。ただほら、味はね、海苔食べたりとかするからさ、まあ日本に近いところがあるんだろうから、まあ美味しいものをね、食べれるんじゃないのみたいなイメージがあったんだけど、いや、それは、いや、食もそれだともうちょっと韓国に興味はもうないかなみたいな感じね。天玉さん、虫は食べれませんね。ね。そうで、なんか妻たちのかな、お母さんのだったかな。なんか復讐弁当とかいう、なんだろうな、ショート動画だかな、見たのがさ、まあよく虫が入って、虫が入ってるんだなっていうのでさ、おーと思ってね。いや、それだってなんか作るのも嫌じゃんって思っちゃうんだけど、私はね。で、まあ、復讐弁当っていうのが、日の丸弁当っていうの全部梅干しで、弁当箱の中が全部梅干しで、で、真ん中ちょこっとだけご飯っていう、復讐弁当とかな。まあ、あとやっぱり梅干しがすげえ敷き詰められてる弁当とかね、あったりとかするんだけど、で、とはやっぱりご飯の上に、多分イナゴだと思うんだけど、イナゴを、3つぐらい乗せて、蓋閉められてるとか、あと、弁当箱に、箸が入ってて、で、箸入れの箱の中に、ご飯が詰まって、ふりかけかけてあるみたいなね。すごいな。もうすげえ、アイディアだなと思うんだけどさ、復習弁当ね、面白いなと思うんだけど、で、それでね、まあ、本物ではないと思うんだけど、ゴキブリ、まあ、海苔かなんかでね、作られたゴキブリなんだろうけどさ、いや、それ作るのも作るのも嫌じゃねって思うんだけどさ、その白いご飯に、そのね、多分なんか、海苔かなんかね、黒い食材を使って作ったゴキブリが、まあ、リアルでさ、なんかツヤッツヤしてるわけ。ツヤッツヤしてても、なんか今にも出しそうなさ、なんかもういかにも生きが良さそうなゴキブリ再現してある弁当。すごいなと思って、世の中のお母さん方はね、そんなに怒り狂っていても、
ちゃんと弁当を作ってあげるっていうところがさ、まあ偉いなーって思って、私だったら絶対作んないもんねって思ってさ、いや、感心しましたよ。吉井さん。宮崎県民の、会社の同僚は、社内で蜂の幼虫をフライパンで焼いて、酒のつまみにしていた。ショックだった。そうなんだ。宮崎県が蜂の子を食べるところだったんだっけね、あるよね、確かね。天玉がハードボイルドですね。あ、弁当。すごいんだもんな。よくね、だからね、ちょいちょいイナゴだと思うんだけどさ、虫入ってんだよ。もうちょいちょい虫入ってんだよね。なんかよく使われてんだなと思ってさ。天玉さん、蜂の幼虫って炒めて食べると美味しいらしいですね。あ、そうなんだ。そういうもんなんだね。そうそうそうね。なんか、蜂の幼虫、だから当たり前に食べる人からしてみればね、普通に美味しいみたいで、だから韓国だったっけの屋台でね、売っててね、若者たちがね、なんか並んでみたいな。まあそういうのもね、食べ慣れてる人から見たら、まあ別にわかるみたいなね。なんか甘栗売ってんのかみたいなさ。なんかね、肉まん売ってんのかみたいな、そんな感覚だと思うんだけどさ。なんか抹茶が吐くのかなと思ったんだけど、ね、吐くのかな違うのかな違った。大事なところのお手入れタイムでした。怪しい動きしてるからさ。宮治さん。中国ではザリガニを食べるらしいです。あ、まあ、ただ、カニっていうか、まあ、ザリガニはね、あるよね。まあ、カニっていうか、エビっていうか、そういう感じかなって思えば、まあね、幼虫に比べたら、まあ、まだありかなって思うんだけど、ただそのザリガニって美味しいのって聞いたら、やっぱり美味しくないらしいよね。なんか臭いらしいよね、確かね。吉井さん。食べましたが、イメージが強く、子供の頃から食べていれば美味しいのでしょう。あ、同僚の、社内で蜂の幼虫をフライパンで焼いてみんなに振る舞ったのか、それいただいたのか、すごいな、偉いな。すげえな。いや、口の中入れらんねえな。ねえ、そうそうそうね、食べ慣れてれば、ね、きっと美味しいんだろうけど、いやね、食べれないよね。蜂の子、そう。なんか私がそれ見たのは、テレビで、ご飯にかけてたんだよね。ご飯に蜂の子かけて食べてたんで、いやって思ったんだけど、まあそのテレビに出てる人たちね、家族はさ、まあ普通に普段からそうやって食べてるから、別になんともっていう感じらしいけどさ、いやもう強烈でしたよ、ビジュアルがね。普通に蒸しご飯にかけて食べてたもんね。あげるというわけで。突然始まるアファメーションタイム。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。はあ、よかった。はあ、よかった。よかった。はい。よしさん、幼虫だけでなく、蜂の形に近いものも食べてました。なるほど、そうなんだ。
天山さん、アンパサ知ってる人が結構いてよかった。ね、アンバサっていつから通じなくなるんだろうね。30代ぐらいからもう通じなくなるもんなのかね。なんか誰か調査してください。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。私の人生の目的は私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、僕にでなければ友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。